私たちが毎日手にしているスマートフォン、その心臓部には数百億個ものトランジスタが眠っています。それは人類が作り出した最も精密な芸術作品と言えるでしょう。しかし、この小さなチップがもしも突然その機能を停止したらどうなるでしょうか。世界経済は混乱に陥り、私たちの生活は根底から覆されるかもしれません。この小さなしかし計り知れない力を秘めたシリコンの断片こそが現代文明を支える礎な。この驚くべきテクノロジーの裏側には、何千人もの科学者とエンジニアが数十年にもわたり物理学の限界に挑み続けてきた壮大な物語が隠されています。まるで太古の遺跡が現代の私たちに未解明のメッセージを問いかけるように、私たちの日常に当たり前のように存在する技術もまた深遠な問いを投げかけています。それは、どうやってこれほどまでに小さな世界を作り上げたのかという人類の知的好奇心で、人類が巨大なピラミッドや万里の長城を築き上げたように、現代の私たちは目には見えないミクロの世界にさらに複雑で壮大な構造物を構築しています。その究極の挑戦の一つが半導体のさらなる微細化です。この度は光の波長という物理的な壁に直面しました。しかし人類はこの見えない壁を打ち破るために光そのものの性質を深く理解し、その限界を超える革新的な技術。この番組では私たちが当然のように享受しているデジタルの奇跡を可能にした EUV、リソグラフィの驚くべき工学的原理に迫ります。それは単なる技術の説明ではありません。過去の英知から現代のフロンティアまで人類がどのように知的な飛躍を遂げてきたのかを示す壮大な叙事詩となるでしょう。このテクノロジーがどのように機能し、なぜそれが私たちの未来にとって不可欠なのか、その秘密を解き明かす。私たちの指先一つで世界とつながるスマートフォン、瞬時に情報を処理するクラウドサーバー、そして人工知能 AI の急速な進化、これらすべてを支えているのは半導体チップの内部に刻まれた髪の毛の太さの数千分の1にも満たない極微細な回路です。この目に見えない芸術作品が私たちの生活を豊かにし、社会を変革する原動力となっています。しかし、この小さなチップ一つを製造するには想像を絶す。もしも半導体チップの製造が止まったらどうなるでしょうか。世界中の工場は稼働を停止し、物流システムは麻痺し、通信インフラは崩壊するかもしれません。たった数ミリ角のシリコンの結晶がこれほどまでに私たちの文明の生命線となっているのです。そしてそのシリコンの上にまるで神業のように回路パターンを焼き付ける技術こそがリソグラフィ、日本語では露光技術と呼ばれるプロセスです。その露光技術の最先端に位置するのが今回焦点を当てる EUV リソグラフィです。これは単に半導体を製造する機械という枠を超え、現代物理学の域を集めた究極の光の魔法と言えるでしょう。しかしそれは魔法ではありません。何世代にもわたる科学者たちの献身と途方もない投資、そして人類が持つ無限の探求心の結晶なのです。この技術の資源に触れることで、私たちは改めて科学と工学が織りなこの微細な世界の探求は、まるで宇宙の果てを目指す旅のように、私たちを未知の領域へと誘います。ナノスケールの精度で作り上げられる回路は、光の波長という物理的な壁に挑み、その限界を超えようとする人類の苦なき挑戦の証です。
これまでの露光技術が到達できなかった領域を切り開く EUV、リソグラフィはどのようにしてその偉業を成し遂げたのでしょうか。その秘密は光の性質を深く。その問いに答えるためには、まず半導体技術が歩んできた壮大な歴史を紐解く必要があります。光を使った描画技術は一体どのように進化を遂げなせ、これほどまでに極限の技術が求められるようになったのでしょうか。過去の英知と現代の技術が交錯する点に未来への扉が隠されています。半導体の歴史は微細化の歴史そのものと言えるでしょう。1965年インテル・アンテルの共同創業者であるゴードン・ムーア氏が提唱したムーアの法則は、半導体集積回路のトランジスタ密度がおおよそ2年ごとに2倍になるという驚くべき経験則でした。この法則は半世紀以上にわたり半導体産業を牽引する強力な指針となり、私たちのデジタルの世界を飛躍的に発展させてきました。しかしこの法則、初期の半導体製造では可視光線が露光に用いられていました。その後より短い波長の紫外線すなわち UV、光が導入されに48ナノメートルンのクリプトンフッ素レキシマレーザー、そして93ナノメートルンのアルゴンフッ素エレキシマレーザーへと進化を遂げます。波長が短くなるほどより微細なパターンを描画できるようになるという光の物理法則に基づき、技術者たちは露光装置の性能を向上させ、しかし193ナノメートルンのアルゴンフッ素エル光を用いても光の解説現象という物理的な壁に直面しました。光はその波長よりも小さい開口部を通過する際に広がる性質があり、これが描画できる最小のパターンサイズ解像度を制限します。まるで細い筆で小さな絵を描こうとしても、筆の先が太すぎて細部が潰れてしまうようなものです。この限界を突破するため、次なる革新が求められん。20年代初頭デュブ、リソグラフィの限界を押し広げるために、液芯リソグラフィという画期的な技術が登場します。これは、レンズとウェハの間に純水を満たすことで、光の屈折率を利用し実質的に波長を短くする効果をもたらすものでした。まるで水中で物を見ると、実際よりも大きく見えるように、光の経路に水を加えることで、より微細なパターンが改造できるようになったのです。これによる。しかしムーアの法則の加速は止まりません。7ナノメートルンや5ナノメートルンといったさらなる微細な回路線幅が求められるようになると、液芯リソグラフィをもってしても限界が見え始めました。そこで考案されたのがマルチパターニング多重露光という手法です。これは一度の露光で描ききれない微細なパターンを複数回に分けて露光エッチングすることで形成する技術です。しかしこの方法は製造プロセスを極めて複雑。この複雑性とコストの増大という袋小路から抜け出すために半導体業界は根本的な解決策を模索し始めました。それはデュブ光よりもはるかに短い波長の光を用いる全く新しい露光技術の開発です。そしてその希望の光として浮上したのが極端紫外線すなわち EUV 光だったのです。1990年代後半からその概念が提唱され、世界中の研究機関や企業が EUV 光の波長はわずか135ナノメートルン、これはデュブ光の193ナノメートルンと比較して実に1倍以上も短い波長です。この極めて短い波長こそが10ナノメートルン以下の微細なパターンを1回の露光で形成する可能性を秘めていました。しかし
この波長の短さが同時に途方もない技術的困難をもたらすことになります目に。見えない極限の光を制御するそれはまさに人。EUV リソグラフィの開発は約20年以上にわたる途方もない時間と数十億ドル日本円で数千億円にも及ぶ巨額の投資を要しました。インテルアンテル TSMC たサムスンといった主要な半導体メーカーとオランダの ASML 社が中心となり、この夢のような技術の実現に向けて協力体制を築き上げました。そして2010年代後半ついに量産可能な EUV 露光装置が実用化。さてここからは EUV リソグラフィの革新に迫ります。135ナノメートルという極限の光は一体どのように生成され、どのように制御され、そしてどのようにしてウェハ状に微細な回路パターンを描画するのでしょうか。その原理は現代物理学の域を集めたまさに驚くべきものです。EUV リソグラフィの最大の挑戦は光の透過と吸収という基本的な物理法則から始まります。私たちが普段目にする可視光線はガラスや空気の中を透過します。しかし135ナノメートルという極端紫外線はほとんどあらゆる物質によって吸収されてしまいます。空気はもちろん通常のガラスレンズやミラーも例外ではありません。つまり従来の露光装置のようにレンズを通して光を屈折させたりこの根本的な問題を解決するために EUV リソグラフィは2つの画期的なアプローチを採用しました。一つは光の経路全体を真空にすること、そしてもう一つは光を屈折させるレンズではなく光を反射させるミラー鏡を光学系に用いることです。この2つの原理が EUV リソグラフィの基盤を形成しています。まず真空環境についてです。装置内部に空気が存在すると EUV 光は空気分子に吸収されてしまいウェハに到達する光の量が激減します。そのため光源からウェハに至るまでのすべての光の経路を超高真空状態に保つ必要があります。まるでデリケートな宇宙望遠鏡が宇宙空間でしか機能しないように EUV 露光装置もまた人工的な真空の宇宙空間で稼働しているのです。これは次に反射光学系です。EUV 光を透過させるレンズが存在しないためすべての光の制御をミラー鏡で行う必要があります。しかし通常のミラーでは EUV 光を効率よく反射させることはできません。そこで開発されたのが多層膜ミラーと呼ばれる特殊なミラーです。これはモリブデンオとシリコンシという2種類の物質を原子レベルで極めて精密に交互に何重層も重ね合わせたものです。この多層膜ミラーの秘密はそれぞれの層の厚さが EUV 光の波長135ナノメートルに合わせてわずか数ナノメートルという極限の精度で制御されている点にあります。EUV 光がこの多層膜に特定の角度で入射するとそれぞれの層の境界面で反射された光波が互いに強め合い干渉効果全体として非常に高い反射率1枚あたり約70%を実現するのです。これはまるでな。それでは135ナノメートルの EUV 光は一体どのようにして生成されるのでしょうか。これもまた驚くべき科学の技です。現在の EUV 露光装置で採用されている主流の光源はレーザー生成プラズマアセル・ロドゥチェ・ラスマ方式と呼ばれています。このレーザー生成プラズマのプロセスはまるで宇宙で超新星爆発を起こす
ミニチュア版のようです。まず溶融した非常に微細な鈴の液的直径約2例。マイクロメートル人間の髪の毛の太さの半分以下を1秒間に5万回という驚異的な頻度で連続的に噴射します。次に、その鈴の液滴に向けて強力な炭酸ガスをレーザーを2段階に分けて照射します。第1段階のレーザーは鈴の液滴を加熱し膨張させます。そして間髪入れずに第2段階のさらに強力なレーザーを照射すると鈴は超高温のプラズマ状態となり135ナノメートルの EUV 光を強力に放射するのです。このプロセスは極めてエネルギー効率が悪く投入されたレーザーエネルギーのわずか数%しか EUV 光に変換されませんが、現時点ではこれが唯一の実用。こうして生成された EUV 光は装置内部に設置された複雑な反射光学系を通りウェハへと導かれます。その過程は次のようになります。まずプラズマから放射された EUV 光はコレクターミラーと呼ばれる特殊なミラーによって集められます。このミラーはプラズマによって生じる鈴の破片が光学系に付着するのを防ぎつつ効率よく光を集光する役割を担っています。集められた光は照明光学系を経てフォトマスクレチクルと呼ばれる原板に照射されます。フォトマスクもまた通常のマスクとは異なり反射型マスクです。石英ガラス基板の上に多層膜ミラーが形成され、その上に回路パターンを定義する急高層アブソーバーが描かれています。EUV 光は急高層がない部分では多層膜ミラーに反射され、急高層がある部分では吸収されます。こうしてマスクに描かれた回路パターンが反射される光のパターンとして形成されるのです。マスクでパターン化された EUV 光はさらに投影光学系と呼ばれる一連の多層膜ミラー群によってウェハ状に投影されます。この投影光学系は通常6枚のミラーで構成されており、マスクのパターンを4分の1に縮小してウェハに結合させます。これらのミラーはそれぞれが原子レベルの精度で研磨され配置されています。その表面の平坦性は地球の表面をもしも完全な球体とした場合、その表面にできた凹と最終的にパターン化された EUV 光はフォトレジスト感光性樹脂が塗布された半導体ウェハに照射されます。EUV 光が当たったフォトレジストは化学的に変化を起こし、その後のエッチング工程によって光が当たった部分と当たらない部分で選択的に除去されます。こうして光のパターンが物理的な回路パターンとしてウェハ状に転写されるのです。これが EUV リソグラフィの基本的な動作原理です。この EUV リソグラフィの実現には数々の途方もない工学的課題とそれを解決するための創造的な努力が伴いました。そのいくつかを見てみましょう。第一に EUV 光源の出力と安定性です。初期の EUV 光源は出力が極めて低く量産に耐えうるものではありませんでした。しかしレーザー技術の進化、特に出力炭酸ガスをレーザーの開発、そして液滴の供給精度。第2に多層膜ミラーの反射率と血管制御です。1枚あたり70% という反射率でも6枚のミラーを通過すると光の強度は大幅に減少します。そのため1枚1枚のミラーの反射率を極限まで高めかつ表面に原子レベルの欠陥も許されない精度で製造する必要があります。ごくわずかな不純物や表面の粗さが
EUV、光を吸収散乱させ描画されるパターンに悪影響を及ぼすか。第3に反射型マスクの血管制御です。従来の透過型マスクとは異なり、反射型マスクは構造が複雑で血管の検出と修正が非常に困難です。マスク上のごく小さな粒子やパターン血管もウェハ状にそのまま転写され不良品となります。このためマスクの製造工程全体で途方もないレベルの正常度と検査精度が求められます。血管のないマスクを供給することは EUV リソグラフィのぶどまりに直結する。第4に真空環境の維持と汚染防止です。装置内部を常に超高真空に保つだけでなく、プラズマ光源から発生する鈴の破片が光学系に付着するのを防ぐ必要があります。鈴の破片がミラーに付着すると反射率が低下し、装置の稼働効率が著しく損なわれます。そのため、高度なバキュームシステムと鈴、デブリを捕獲するトラップ、そしてミラーを保護する特殊なペリクル薄膜の開発が、これらの課題を克服することで、EUV リソグラフィは、デュブリソグラフィでは、不可能だった微細化を実現しました。デュブが光を屈折させるレンズを使うのに対し EUV は光を反射させるミラーを使います。また、デュブが空気中や水中で光を伝播させるのに対し EUV は真空中で光を扱います。これらの根本的な違いが EUV を次世代半導体製造の主役へと押し上げた。この微細化のインパクトは計り知れません。トランジスタの密度が向上すれば、より多くの計算能力をより小さなスペースで、より少ない電力で実現できるようになります。これはスマートフォンからデータセンターのサーバー、そして未来の人工知能 AI に至るまで、あらゆるデジタルデバイスの性能を飛躍的に向上させることを意味します。EUV リソグラフィは単なる製造技術ではなく、未来社会を形作る基盤技術なのです。この極限の技術は、一体どのような産業構造の中で生まれ、どのような経済的価値を生み出しているのでしょうか。ここからは EUV リソグラフィが織りなす壮大な産業エコシステムとその市場性について深く掘り下げていきます。EUV リソグラフィは現在7ナノメートルン5ナノメートルン3ナノメートルンといった最先端のロジック半導体、そして高性能なメモリー半導体の製造に不可欠な技術となっています。スマートフォンに搭載されるアプリケーションプロセッサー、人工知能 AI の学習を担う GPU や専用アクセラレーターデータセンターの中核をなすサーバー用 CPU など、現代社会のあらゆる高性能デバイスの心臓部を支えています。EUV リソグラフィ装置の市場は極めて特殊かつ集中度の高い構造を持っています。この高度な技術を量産規模で提供できるのは、現在オランダの ASML 社ただ1社だけです。彼らは数十年にわたる研究開発と莫大な投資、そして主要な半導体メーカーとの戦略的な協力関係によってこの圧倒的な地位を確立しました。1台あたり2億ドル、日本円で約300億円以上にもなる。ASML の独占的地位は世界の半導体産業においてボトルネックであると同時にイノベーションの強力な推進力でもあります。EUV 技術の導入はチップメーカーが競争力を維持し、より小さくよりパワフルでよりエネルギー効率の高いプロセッサーを製造するために不可欠です。これにより人工知能第5世代移動通信システム5杯パフォーマンスコンピューティングといった高成長分野の発展が加速され、この EUV リソグラフィ技術をめぐる競争は
企業間のそれだけでなく、国家間のグローバルな覇権争いの様相も呈しています。アメリカ、欧州、日本、韓国、台湾といった国々は、半導体技術を経済的競争力と国家安全保障の用と位置づけ、EUV 技術へのアクセスや、そのサプライチェーン供給網に強い関心を示しています。特に中国への最先端半導体製造装置の輸出規制は、EUV 技術の地。EUV 産業のエコシステム生態系は、ASML 社を頂点とし、その下に何百もの専門性の高いサプライヤーが連なる複雑かつ精巧なネットワークで構成されています。例えば、多層膜ミラーのような極めて高度な光学部品は、ドイツのツァイスエイス社が独占的に供給しています。レーザー生成プラズマ光源のキーとなるレーザー技術は、ドイツのトルンプ社や ASML への子会社であるサイマー夢。このサプライチェーンは、超高精度な部品の製造から、それらを組み合わせるためのクリーンルーム技術そして、装置全体の超高真空環境の維持に至るまで、あらゆる段階で極限の技術を要求します。EUV 装置の製造は、数百万点にも及ぶ部品の完璧な統合によって成り立っており、その複雑性は、人類がこれまでに作り上げた機械の中でも群を抜いています。このエコシステムの安定性は、世界の半導体供給費。さて、EUV リソグラフィは、現在の半導体製造の最前線を切り開いていますが、その技術にもまた乗り越えるべき限界とさらなる未来への挑戦が待ち受けています。未来展望と技術的課題について見ていきましょう。現在の EUV リソグラフィが抱える主要な課題の一つは、そのコストです。1台数00億円という装置価格に加え、運用には莫大な電力消費と専門的なメンテナンスが必要となります。この高コストは、最先端のチップを製造する一部の大手半導体メーカーにしか導入できないという技術のアクセス障壁を生み出しています。また、スループット単時間あたりのウェハ処理枚数も重要な課題です。成熟したデュブス。また、欠陥制御は依然として重大なリスクです。マスクや光学系に付着するごくわずかな粒子やレジストのパターン形成における微細な乱れ先端粗さが、そのままチップの欠陥につながりぶどまりを低下させます。ナノメートルスケールでの欠陥の検出と修正は、途方もない技術的困難を伴います。さらに、EUV 装置の電力消費量も莫大であり、環境負荷の低減と運用コストの最適化も今後の重要な。しかし人類は常に限界を打ち破ってきました。EUV リソグラフィの未来のロードマップは、すでに明確に描かれています。次なるフロンティアは、ハイ NA 異変 EUV と呼ばれる新世代の露光技術です。現在の EUV 装置の投影光学系の開口数ウメリチャルペットレイが033であるのに対し、ハイ NA 異変 EUV は55というさらに大きな開口数を持ちます。開口数 A を大きくすることは、より広範囲の光を取り込み解像度を向上させることを意味します。これによりナノメートル以下のさらなる微細な線幅を持つ回路パターンを高精度で形成することが可能になります。ハイ NA 異変 EUV は、現在の装置とは異なるアナモルフィック光学系という新しい光学設計を採用し、さらに複雑で大型化します。これにより半導体、チップの微細化はさらに数世代にわた。また、EUV 光源のさらなる高出力化や、新しいフォトレジスト材料の開発そして、マスク、欠陥を低減するための先進的な技術開発も継続的に進められています。
将来的には EUV、光を用いたマルチ、パターニング、多重露光がさらに微細な回路形成のために必要になる可能性も指摘されています。人類の苦なき探求心は決して止まることはありません。この EUV、リソグラフィの進化は私たちの未来にどのような影響をもたらすのでしょうか。より高性能で、より低消費電力のチップは、人工知能へのさらなる進化を加速させ、自動運転車や量子コンピューティングといったまだ見ぬ未来技術の実現を可能にするでしょう。私たちの想像力を超えるスピードで世界はデジタル化され、新たな可能性が次々と開花していくはずです。しかし技術の進歩は常に倫理的、社会的な問いを伴います。例えば極めて高度な技術が少数の企業や国家に集中することによるサプライチェーン供給網の脆弱性や地政学的な緊張、あるいは莫大なエネルギー消費がもたらす環境への影響などです。私たちはこれらの課題に真摯に向き合い、技術の恩恵を最大限に享受しつつも、そのリスクを管理し、持続可能な未来を築いていく責任があります。EUV、リソグラフィは、単なる最先端の製造技術ではありません。それは、人類が数千年にわたり培ってきた知性と未来への苦なき探求心の結晶です。砂漠の砂シリコンから生まれ光によって形作られる極微の回路はまさに現代の奇跡と言えるでしょう。この技術がなければ現在の人工知能も私たちの手のひらの中にあるスマートフォンも存在し得なかったのです。私たちはこの小さなチップの中に込められた途方もない知恵と努力を忘れてはなりません。それは目に見えない世界の神秘を解き明かし、それを私たちの生活に役立てようとする人類の普遍的な願いの具現化です。技術は私たちをより豊かにし、より多くの可能性をもたらすための道具に過ぎません。しかし、その道具をどのように使い、どのような未来を創造していくのかは、私たち一人一人の選択にかかっています。古代文明が星を読み、自然の法則を解き明かそうとしたように、現代の私たちは、光を操り、原子の配列を制御することで、新たな時代を切り開いています。EUV、リソグラフィの物語は、人類が未来に向かって歩み続ける限り終わることのない地の探求の象徴なのです。この壮大な旅を通じて、私たちは改めて科学技術の持つ無限の可能性と、それを生み出す人類の想像力に深い感銘を受け、この番組が皆様にとって普段意識することのないテクノロジーの奥深さに触れるきっかけとなり、未来を考える上での一助となれば幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。最後に重要なお知らせがあります。この動画は科学技術及び産業動向に関する情報の提供を目的として作成されており、内容の正確性には万全を期していますが、技術的な詳細や市場予測は単純化されている場合があり、将来の成果を保証するものではありません。また、特定の企業への投資や金融商品の購入を推奨するものでもありません。投資判断や技術的な意思決定は必ずご自身の責